Hi, my name is Nathan Hobson. I'm an associate professor at the University of Bergen, Norway, and the founder and organizer of Japan Roundtable, a podcast about Japan sponsored by the Toshiba International Foundation. On this first episode, we have the pleasure of presenting an in-depth discussion of homelessness in Japan. Japan's homeless population is said to be significantly smaller than that of other developed countries. But does that mean that Japan has somehow solved the homeless problem? Or is the situation more complicated? If so, how and what implications does that have? In this episode, Professor Tom McGill of Meiji Gakuin University hosts a roundtable with activist Ogawa Tetsuo, Seno Masao, who is director of the Hamakaze Living Autonomy Support Center in Yokohama, and Associate Professor Matthew Marr of Florida International University. They will also discuss what lessons the Japanese experience might offer to other countries struggling with a growing homeless population. 公益財団法人東芝国際交流財団のご提供でお届けする Japan Roundtable の記念すべき第1回のエピソードとして、日本のいわゆるホームレス問題について現場の声を交えた議論をお楽しみいただきます。私はノルウェーにありますベルゲン大学准教授のホプソンと申します。よろしくお願いいたします。日本の路上生活者人口は他の先進国と比べて著しく少ないと言われますが、これは果たして日本がホームレス問題を解決したということになるのでしょうか？それとも、その背後により複雑な事情があるのでしょうか？今回のエピソードでは、明治学院大学教授トム・ギル先生を司会に迎え、現場で長年活動を続ける小川哲夫さん、そして横浜市生活自立支援施設浜風の施設長、瀬野正夫さん、さらにフロリダ国際大学のマシュー・マー先生のパネリストの皆様が日本のホームレス問題を多角的に探ります。また、その日本の経験がホームレス人口の増加に苦しむ他国にどのような教訓を提供できるのかについても議論していただきます。では皆様よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。本日のポッドキャストのテーマは、日本はホームレス問題を解決したのか？解決していないとしても、日本の経験は、他の国にとってどのような教訓があるだろうか。日本政府の統計によりますと、日本の路上生活者は、ピークの2003年の2万5千人から23年、去年の数字は3000人以下2830人だったんです。男性2575人、女性172人、不明73人。で、ここ20年間で約 90% の減少となっています。国際比較をしても、例えば OECD の2024年のデータによると、日本は予想の OECD の国と比べて劇的にホームレスの人口が少ないです。さて、日本は本当にホームレス問題を解決しているか、それとも問題がまだ残っているか。今日はこの問題を話すには、私に加えて3人の、非常に知識と知恵が豊かな方々がいらっしゃいます。まず、フロリダ国際大学の准教授で長年日本とアメリカのホームレス問題を比較しているマティュー・マーです。よろしく、マティューさん。よろしくお願いします。そして、横浜の唯一な一律ホームレスシェルター、正式に生活困窮者自立支援センターですが、浜風の施設長である瀬野正夫さんです。
横浜市生活自立支援施設浜風の施設長の瀬能です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、長年、東京都内の公園で生活している小川哲夫さんです。小川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それでは、この新しいジャパニーズホームレスミラクルは、信じていいかどうかですけど、まず、アメリカとの比較から始まりたいと思いますので、マーさん、今、大阪のホームレス問題をちょうど調査中だと思いますけど、そして今までロサンゼルスとマイアミのホームレス調査もやっていますけども、どうですか、この国際比較。そうですね。アメリカの現在の何人の方々が、野宿っていう状態にいるかっていうことについてですが、国の調査によりますと、1日だけ数えられた人数に限りますけど、2023年に25万6千人ぐらい数えられましたけれども、よく言われているのは、もちろんこの調査にバイアスがあって、すべて路上にいる人が数えられていない、ところが批判されてますけど、大体数えられているのは3分の2ぐらいの方だと思われています。で、傾向としては、2007年と大体同じ人数が数えられてますが、あれからは7年間ぐらい、減少という傾向はあったんですけど、2014年からまた増加という傾向に変わって、で、特にパンデミックになってからは結構増加の傾向がありますけど、それがちょっととどまったっていうような証拠が最近出てきます。聞いてます。なるほど。ロサンゼルスとマイアミを歩いていると、東京、大阪と比べてどうですか？最近、ロサンゼルスとマイアミの街の中にテントが目立つことがありますね。で、日本の場合は、ちょっと見えにくくなってきてる感じは、だいぶ前からそういう感じはしてますけど。なるほど。ありがとうございます。さて、イギリス、私の母国、イギリスだけども、イギリスの、まず定義は大事ですね。日本語でホームレスというと、大体文字通り、外で寝ている人という意味をするんだけども、イギリスだと、いわゆる路上生活者は、rough sleeper と言って、ホームレスというと、例えば友達のソファで寝ている人とか、一時的な住居に住んでいる人などを指します。その路上生活者は、去年国の統計では、イングランドに約4000人、スコットランドは約1400人で、ウェールズと北アイルランドは少しずつで、全部で5000人ぐらいで、人口は日本の半分ぐらいなので、日本の3か4倍ぐらいとなっています。しかし、その路上生活者と別に、ものすごくたくさんの人たちは、シェルターとか一時住居に暮らしていて、これは大きな予算が使われてて、国家はなんとかその路上生活者の人口を抑えているという感じです。さて、日本に行きましょう。瀬野さん、何年間横浜のホームレス問題と変わっていらっしゃいますでしょうか？平成6年に入職をしているので、30年ぐらいここで仕事をしているような感じになります。なるほど。1994年からですね。はい。
その30年間はいかがですか？横浜は日本の第二都市で人口は約300万人ぐらいだけど、どうですか？この30年でっていうと、自分のものの見方も随分変わってきたっていうのもあるけれど、やっぱり屋外で生活されている方は減ってきているかなという感じはします。あとは、高齢の方も結構いらっしゃるなと。若年の方もいらっしゃれば高齢の方もいる、女性の方もいるっていうのは、これはずっと変わらずいる方たちだなというふうに思います。なるほど。しかし、浜風は全部で250人含む女性20人はい。という定員だと思いますけど、今現在、何人ぐらい？今現在、今日の時点で利用者は83名です。で、女なるほど。性の方が4名ですかね。なるほど。そうしますと、3分の1ぐらいしかベッドが使われてないとはい。思いますけど、最近ずっとこういう感じですか？そうですね。ここ最近ずっとこんな感じで、令和元年にだいたい661人ぐらいで、2年が454人、3年が334人、で、令和4年が318人、で、去年の令和5年が333人と、まあ年間通しても、令和元年以降はずっと500人を下回る感じです。なるほど。その数字は、1年間に1回以上浜風に止まったという。そうですね。はい。延べ数ですね。はい。なるほど。横浜という大都市の唯一な公立施設にしては、やたら少ない人数だという気がしますけど、どうですか？そうですね。250人の定員に対して利用されている方は確かに少ないというふうには思ってはいます。で、やっぱりこれは住環境も影響があると思います。浜風は個室が用意できない状態なので、多い部屋だと10人、少ない部屋でも4人の共同での生活になって、で、ベッドの上下にそれぞれ全く知らない人たちが生活し合うという、かなりこう狭い中で生活をするっていうことに、不便さとか、まあその窮屈さを感じる方っていうのは非常に多くて、希望されない方がいらっしゃるのかなと思います。なるほど。それわかりますけど、でも、私はイギリスとかアメリカのホームレスシェルターに泊まったことありますけども、場合によって一つの体育館とか、場合によって教会床に100とか200の仮ベッド、キャンピング用のベッドがあって、そういう形で寝泊まりしている人はたくさんいたので、やっぱり日本の方はいいじゃないですかね。逆をするとそうなのかもしれないですね。ただ、やっぱり自分の住むところ、好きなところに住みたいっていうか、自分の思うところで生活をされたいって方って、まあ私もそうです。皆さんもそうだと思うんですけど、それを我慢してまで施設で生活をするかっていう選択を選ばない方もいらっしゃるのかなっていうふうには思います。そういう方はどこに行くでしょうああ、かね。そういう方はまあ、屋外で生活されている方もいれば、例えば生活保護を申請されて、生活保護を受けられている方もいらっしゃるとは思います。なるほど。このポッドキャストを聞いている人には生活保護という制度わからない人がいると思いますので、簡潔に説明できますか？はい。まあ、生活保護は、まあ、人が最低限
生活ができる保障を行政が行うというものになります。なので、生活費だったりとか、住宅費だったりっていうものが毎月支給されて、そのお金で生活を受けている方たちは生活をすると。簡単に言うとそんな感じだと思います。なるほど。支給される金額は、単身者であるか、家族を持っているか、そして大都市に住んでいるか、田舎に住んでいるかによりますけども、大体、横浜市の単身者は約12万か13万円ぐらいだと思います、けど、それでなんとか生活できると思いますけど、マーさん、アメリカの大都市あるいは州にこのような福祉の安全帯ありますでしょうか？福祉の何ですか？安全ネット。そうですね。まず言っておきたいのは、アメリカと比較すると、どの国でも、すごいよく見えると思います。だから、今はちょっと生活保護の良いところを、言っておきますけど、いろんな弱点もあると思います。それは後での話にいろいろ出てくると思いますけど、アメリカの、まずは、誰でももらえるような福祉は、必要があれば誰でももらえるような福祉はないですね。やっぱり、子供がいないか、障害がないと、もらえないですね。で、障害者の場合は、その生活のためのお金は、出ますが、障害があるということを、行政にちゃんとしたお医者さんからの証拠がないとなかなかもらえない。で、行政がいろんな厳しい対策をしていろんな壁を作るので、なかなか難しいですね。あと、一回申請したら、判決っていうか、その結果が出るまでには、だいたい6ヶ月以上かかりますよね。日本の場合は2週間以内、または1ヶ月以内に結果が出るんですけど、早ければ6ヶ月で、ちゃんと、支援者と一緒に申請したら、早くその6ヶ月ぐらいで出るんですけど、断られる場合もたくさんあって、弁護士の支援をもらって、また再申請して1年以上、2年以上かかる場合もあります。で、もちろん住宅扶助がセットとして提供されてないので、またそれを別で申請しないといけないので、その障害者のための福祉をもらいながら路上生活している人が非常に多いです。そのお金だけで家賃が払えない人が多いですね。一方、英米ばかりで申し訳ないですけど、イギリスの方は社会福祉にもっと予算をつけているのが生活保護に近い制度となっていまして、それで路上生活者が比較的に少ないけど、一時住居に泊まっている人が多い。ちなみに私はロサンゼルスに行ったとき、GR、General Relief、一般救援という制度がありまして、それは月221ドルだったんですね。今の円安時代でも3万5千円ぐらいで、なかなか1ヶ月ロサンゼルスで過ごせる金額じゃないですね。で、その金額は40年間ぐらい止まってます。そうですね。昨日、またチェックしましたけど、まだまだ221ドルですね。で、予想の州は、カリフォルニアはものすごく太っ腹で、なんで怠け者にあんな大金出すかとよく言われると思いますね。さて、小川さんに聞きたいと思いますけど、公園のテント住まいはいつから始まったんでしょうか？はい。2003年の5月からです。なるほど。じゃあ、21年ですね。そうですね。それぐらいになります。2003年といえば、日本の路上生活者のデータの一番多い
市、と同時に初めてしっかりした全国のカウントを行った年でもあるんだけど、まずその時、経験、テント住まいの人たちの事情をちょっと話してくれませんか？はい、そうですね。2003年に、暮らし始めた、その時が、統計上一番多くなっている年っていうのは、自分の中では、偶然ですけれども、この今住んでる公園でもやはり、おそらく一番多い、時期だっただろうと思います。その時はい。何人ぐらいがその公園にテント住まいしてたんでしょうか？そうですね。一応これ行政が数えた数字だと350件くらいだったと思います。今はどうですか？20件、ないぐらいですかね。なるほど。一件は一人と考えていいですか？それとも二人暮らしの方もいらっしゃいますか？現在はいませんね。で、おおむね、1件に1人っていうふうに、考えていいのかなとは思います。もちろん、その、夫婦で住んでる、親子で住んでる、カップルで住んでるみたいなことはあったけど、数から言ったら、それほど多い時から見ても、そういう2人で住んでる人は少なかったです。なるほど。わかりました。それではい。は、私も2000年の前半のホームレス事情を覚えていまして、東京の大きい公園に数百人泊まっているところは3、4カ所あったと思いますし、大阪城公園とか西成公園にも大きなテント村があって、一番多い時、大阪城公園は650件だったと思いますけど、名古屋の白川公園なども大きかったんですが、そのテント村あるいは小屋の村はほとんど消えていると思うんだけど、小川さんが住んでいるコミュニティは数少なく残ったやつの一つだと思いますけど、その理由はどうはい。ですか？いい理由、悪い理由、いろいろの理由。都内での公園で言うと多分ここが一番多い現在ですね。多いぐらいかなと思うんですけど、残った理由というのは、そうですね。ちょっとはっきりは言えないですが、やっぱりその、テント村が、減った一番の原因が、いわゆる3000アパート事業と言われている地域生活移行事業っていうやつで、ホームレス、テントを持っている野宿の人たちに月3000円で民間アパートを都が、また貸しをするという施策だったわけですが、これやってたのは、3年ぐらいだったと思います。2004、2005、2006ぐらいだったかなと思いますね。で、そこでもう終わってるので、はい。で、その時に、350件さっきあったと言いましたけれども、それの8割ぐらい、270件、80件ぐらいが、そのアパート事業に乗っかってアパートに移行したと。それでもやっぱり70件ぐらいは残っていて、それをですね、東京都は最初はもちろんと言いますか、不当ですけれども、整備工事をやろうということで追い出そうとしたわけですが、それは断念しましたね。で、その断念した理由が何なのかっていうのはもちろん東京都に聞かなきゃわからないですが、自殺する方もいたりとか、それだけの人数を実際強制的に排除するっていうことが難しいと思ったのか、一箇所に散らばっている人たちを集めるということで、この今僕が住んでいるところができて、それがそのまま継続されているという状況です。なるほど。多くの人は小川さんのような生活を経験
してないと思いますけど、ちょっとテント村の日常生活、そして共同体としての特徴を教えてくれませんか？そうですね。どうなんだろう。まず野宿者の、コミュニティというか、テント村とかを知らない方が多いと思うんですが、小屋とかテントを、自分で公園だから、水場とかトイレを利用しながら、そこで生活を送っていく。その集中というか集まって暮らすことの良さは、一つはやっぱり襲撃、一般市民からの、暴力的な攻撃を固まって済むことである程度防げるっていうこととか、お互いがやっぱりいらないものって街の中いっぱいあるので、そういうのを拾ってきたものをお互い、やり取りしたりとか、言ってみれば助け合いのネットワークが、作れる。で、そういうものが作られている場所が、テント村ですね。で、そのテント村の中でも、この公園のテント村は、その周りの街の特性からと言ってもいいかもしれないけれども、多種多様な人たちが、若い人から年を取っている人、僕が住み始めた頃は、海外の人、オーバーステイの人とかも含めてですけれども、そういういろんな、出自の人たち、いろんな職業経験の人たちが暮らしているというのが他のテント村に比べると、他のテント村っていうのはやっぱり雇い労働者がその後仕事がなくなって暮らすとか、そういう方が多かったりするわけだけど、そういう一般的なテント村と比べても多種多様な人がいるというのが特徴だと言われていました。なるほど。私は2000年代の前半中旬、あちらこちらのテント小屋の村を歩き回りましたけど、やっぱり独立性があって、行政を頼りにしたくない、経済活動も間集め、昔は雑誌の転売などありましたけど、欧米のイメージでホームレスの人たちはどうしようもない孤独な自分で何もできないようなイメージがあると思いますけど、日本のホームレス集落は結構魅力的なオルタナティブコミュニティだと私は思いましたけど、そういう感じですか？そして、こんなに少なくなったのは寂しいですかね。そうですね。今、トムさんが言っていただいたように、働いてる、その缶集めをしたりとか、その他、ものを拾ってきてフリーマーケットで売ったりとか、今はフリマで売ったりとか、そういった人たちが、結構多くてですね。僕とかは、なるべく賃労働とかはなるべくしたくないっていうタイプの人間ですが、とにかく周りの人たちは結構、働いている人が多くて、その中で、自分、その働き方もやっぱり缶集めとかだと、自分のペースで仕事ができる。人に言われて、今日これだけやれとかいう話ではなくて、やっぱり自分がやりたいペースで仕事ができるというような形の仕事を、それぞれがやってることが多かったかなと思います。で、今おっしゃってくれたように、やっぱり人数が減ってくるっていうのは、それだけコミュニティ性が弱くなってくる。つながりが弱くなってきて、助け合いっていう人たちの関係性も切れてくるということがあるので、これは非常に、住んでる方からすると、そうですね、寂しいし、どうしたらいいのかなというふうに常に考えています。で、なんで減ってくるのかというと、やっぱりさっき言ったような事業があったってことが大きいですけれども、その事業はそれとともにですね、新しく公園にテントを絶対張らせないということが同時進行で、セットで行われている事業で、その2004年ぐらい以降からですね、公園で、新しく
テントを作るっていうことが、いくら希望者がいてもですね、希望者はいっぱいいますけれども、新しくテントを作るっていうことがかなり難しい。ほとんど、僕が住んでる公園では実現できてないです。ほんの少しだけオリンピックとかの排除の中で、国会で話題になるような形で、どうにか、ここの公園に移ってこれたという非常に稀なケースはあるけれども、一般的に言ったら、どの公園においても新しいテントが作れない。だから、どんどん高齢化していく中で、病気になったり亡くなったりされると。あるいは、多少、あちらこちらの公園では追い出しが行われているので、そういったことで減っていくという状況にあります。そうですね。東京だけではなく、多くの日本の大都市は、公園のコミュニティに関して、長年いる人はそのままにほっときますけど、新しい人がなるべく入ってこないようにするという政策はよく見られますね。例えば、大阪の木津川の河川敷に大きな小屋の村が長年ありましたけど、人がどっかに行って、その小屋の一つが空になったら、当局はそれを潰して、そしてあったところに足場をつけて、なかなかそこに次の人が小屋を作ることができないようにしていて、それで少しずつ共同体の人口を減らしてきたと思います。それでは、もし本当に、まず、この統計は信じていいかどうか、そして、本当に日本はよその先進国よりずっとホームレスが少ないのは本当のことであれば、それはなぜなのかを皆さんで考えてみたいと思います。まず、定義の問題で、日本の統計では、路上生活者以外の方々が入っていないのは問題の一つですね。瀬野さん、浜風のような法律施設は、今日本に何件ぐらいありますかね。どれくらいあるか、施設がですか？はい。あ約40件だとあ、は聞いい。たことあるんだけど、そうですね、はい。そこに入っている方々はカウントされてないですね。そうですね。はい。あとは、ネットカフェなんかで生活する、見えないホームレスみたいな形で言われている方たちもカウンターされてないと思います。そうですね。ネットカフェ難民、あるいはサイバーホームレスは、時々マスコミに出るテーマだけども、なかなかきちんと当局が調べてなくて、全国のデータは2007年だけ調査があって5400人という話だったんだけど、そして東京都は2016年、平成28年調査を行って、ネットカフェ、そしてファーストフード、そして漫画喫茶などを全部含めて約1万5,000人という結果になりましたね。そう考えてみると、より幅広いホームレスの定義を使うと、日本のホームレス人口は数万人に上がるではないかと思います。マーさん、どう思いますか？日本のホームレスの扱い方と数え方は問題ありますか？そうですね。確かにすごい狭い定義を使っていると思いますけど、もう一つの、2022年に行われた調査があるんですけれども、それは、大阪公立大学の柿田祐介先生が、共同研究の方が、やったオンライン調査ですけれども、
4万人の日本人に5年以内にその広い定義のホームレス状態を経験したことがあるかどうか聞いたときに、約 5% の回答者がそういう経験がありましたと答えましたんですが、欧米でも同じような調査があって、大体同じような率がありましたから、そういう広い意味のホームレス状態を考えれば、日本は単なる成功例とは思わないというところですね。わかりました。それにしても、国際比較は本当に難しくて、例えば、アメリカのとイギリスのホームレス調査のカテゴリーの一つは、Doubled Up Families ですね。つまり、一つの家、その家はもともと一つの家族が住むようにために作った家だけど、実は二つ、三つの家族がそこに住んでいる。それもホームレス状態の一つの種類となっているけども、しかしそうすると、日本の伝統的な2世代、3世代の家庭は、場合によってアメリカよりずっと小さい家に住んでいるし、その人たちもホームレスとして数えられる恐れがあると思いますので、本当に厄介な問題が非常に多いと思います。しかし、私の目で見ると、とにかく路上生活者という狭い定義だと、日本には激減しているのは間違いないと思います。ネットカフェ難民とか、友達のそばに住んでいる人は、もちろん大きな問題ではあるけども、でも、路上生活は一番きついホームレスの種類なので、それだけではないということはもちろんだけど、ちょっとそれに着目したいと思います。で、私の見解だと、日本の路上生活者の人口が少ない理由は、もともといろんな社会的な要素がありまして、人口が増えてなくて、じりじりと減っている。それは少子高齢化があると同時に、入国政策は非常に厳しいということもある。私のイギリスは、ここ10年間で人口は約300万人増えています。大体移民者ですけども、人口が速いペースで増えているのに、住宅がそのペースに及ばないので、そもそも家賃がだんと高くなって、家を買うことはとても考えられないことになって、実はもう一つホームレスっぽい種類は、自分30歳、40歳になっても自分の親とまだ一緒に暮らしている人です。まあそういう人はイギリス、アメリカ、日本にもたくさんいると思います。日本の家賃はよそと比べて比較的に安い。私が大学で働いている横浜に4、5万円があれば 1DK は借りることができます。私の実家であるイギリスのオックスフォードでは、そのようなアパートは多分3倍ぐらいの値段になってしまうと思います。多分アメリカもそうだと思いますけど、どうですか、マティさん。いや、もしかしたらアメリカの方が大変だと思います。特に、西海岸にある大都会は結構、家賃が上がってて、まあ、マイアミとか、東の方も、そういう大都会でも結構家賃が上がってて、まあ、今、マイアミで調査やってて、やっぱりホームレス状態から脱却するためには、住宅扶助が必要ですけど、一人が、まあ、ワンベッドルームを借りるために、$2000の
家賃浮上がないとなかなかアパートが見つからない状態ですね。2000ドルは今の為替市場では30万円ですね。恐ろしい話です。家賃は比較的に低いと同時に、テナントの権利は日本に比較的に強いだと思います。2年間家をあるいはアパートを借りていれば、更新になるケースが多いですけど、2年契約は日本の標準だからね。でも、数年間住んでいると、基本的にその更新の時も突然追い出されることは、社会的にほとんどありえないことになっている。一方、イギリスでは20年間住んでいる人でも1か2ヶ月前もって知らせればいつでも追い出すことができる。それはもう一つのファクター。そして、麻薬を買うことは非常に難しいこと。よって、麻薬依存者、よその国にたくさんいるけども、日本には非常に少ない。精神病院は、これは社会問題だけど、日本は世界一精神病院の人口が大きくて、それは良くないことだけども、しかし、ホームレス人口に精神障害者、知的障害者が少ないのは一つの結果。そして、日本は戦争に関わってないので、戦争を経験して、ひどい PTSD、トラウマになっている老兵も日本にはいない。これは、この麻薬精神病院と、老兵の点は、みんな貢献していると思います。しかし、何と言っても大事なのは生活保護で、2003年のピークの時は、ホームレス人口は2万5千人だけど、生活保護者は約80万人でした。今は、路上生活者は3000人以下と発表されているけど、生活保護受給者は約210万人になってて、そのピークの時の2.5倍増えている。つまり、法律は変わってないけど、社会福祉事務室のその法律の適用の仕方を緩めて、これで多くのホームレスの人が生活保護をもらって、路上生活を脱出していると思います。瀬野さん、はい。どう思いますか？そうですね。平成27年に、生活困窮者自立支援法が施行されて、浜風もホームレスの方たちだけじゃなく、生活困窮者の方を受け入れる形になったんですけど、この生活困窮者自立支援法っていうのは、第二のセーフティーネットって言われていて、第三のセーフティーネットが生活保護であれば、生活保護になる前に、何かしら手を差し伸べることで、生活保護の数を少し減らしていこうっていう考えのもとにあると思うんですね。だけれど、やっぱり生活保護を必要とされている方は、絶対数いますし、以前に比べて今はどうかってなると、きちんと話も聞いてもらえるし、申請を断られたりとか、門前払いをされたりってことは減ってきているとは思います。わかりました。小川さん、いかがですか？はい。私の様々な理由に関して何か感じたことはありますか？そうですね。その生活保護が、取りやすくなってきてるっていうのは、確かに想像の通りだろうなというふうには思いますね。そう、路上にいる人たちは、生活保護をそれでも取れない人とか、取らないで、自分の生活の仕方で
生活をしていきたいという気持ちがやや強い人とか、そういう人が、路上にいるのかなとは思います。それで、あと、路上に、そうですね、今、その前段階として、日本は麻薬依存が少ないとか、精神病院での、強制入院も含めてだろうけれども、そういうことが行われていて、戦争がないからというお話があったわけですが、おそらくですね、今暮らしている野宿の人たちは、自分でどういうふうに自己を認識しているかは別にしてというか、多分性的マイノリティの人も多いし、多いというかいるし、あとは精神障害とか知的障害の方もいるし、で、麻薬依存ではないにしろ、お酒や、ギャンブルの依存の人はかなり多いという状況は、あるかなと思っています。で、僕の視点で言えばですけど、そういうふうな人たち、マイノリティの中でも、そのマイノリティの中でうまくやっていけなかったりしている人たちとも言えるかなと思うんだけど、そういう人たちが、路上に出てきて、そこでどうにか暮らしていくという、そういう、機能を持つところとして、テント村なり、テント村じゃなくても、そのホームレスの、路上でのコミュニティなりがあるというふうには思っています。ちょっと話を聞きながら、思ったことはとりあえずはそんなところでした。大都市のオアシスみたいな感じですね。小川さんが。ちょっとオアシスと、オアシスというと言い過ぎなんですけど、もちろんそういう人たちが集まっているから、そこでいろんな問題は、内部的に起こるわけですけれども、それでもそこで、暮らしていけるということはできて、一種の僕の中では社会資源の一つだろうというふうに思っています。なるほど。マーさん、先ほど日本の生活保護制度に様々な問題があるとおっしゃってましたけど、具体的な例を教えていただけますか？小川さんと千野さんはもっとよくご存知だと思いますけど、まず申請するときに親戚に連絡が行くっていうところが、一つの壁になると思います。それから、生活保護をもらっても、すべての個人が向かっている問題とかが解決されないっていうところもありまして、それ以外のサポート、精神的なサポート、あるいは就労のサポートも必要だと思います。あと、生活保護に対する一般の人のスティグマもとても強いと思いますので、それをなんとか改善しないといけないと思います。わかりました。もう一つ加えるとすれば、生活保護をもらうには、収入がない、そして財産がないという条件があって、例えば大事にしている価値があるものがあれば、それを売却しなきゃならないとか、とにかく自分の財産をゼロにしなければならないという、もう一つの問題点があると思います。もう一つ、あまり美しくないファクターを指摘したいと思います。それはやっぱりブラック企業。東京には SSS、Social Services なんとかの SSS だけども、あるいは関西には大東ネットワーク、神奈川県に相模という会社がありますけど、こういう会社がご存知ですよね、瀬野さん。はい。大体何をやっているか、ちょっと説明していただけますか？野宿をしている人たちに声をかけて、連れて行って、区役所に連れて行って生活保護を受けさせて、自分たちの所有する建物に集団で住ませて、かなり高い家賃などを取って、ほとんど利用されて
る方には手元にお金が残らないという、まあ、俗に貧困ビジネスというふうに言われているやり方ですね。最近、そういう貧困ビジネスはどうですか？流行っているんですか？一時ほど、悪い噂が少し減りました。無料定額でも、きちんとやってるところは、きちんと評価をされ始めていて、かなり厳しいルールで、取り組んでいるところも多くて、まあ、悪いところは、まあ、相変わらず悪い噂はあるけれど、まあ、そこに行ってよかったっていう方たちの声が聞こえたりすることもあります。わかりました。確かに、非営利団体 NPO に比較的にしっかりしていて、まあ、ビジネスモデルは似ている、いわゆる貧困ビジネスと似ているけども、でも生活保護のお金から当事者に残るのは1万円ではなく、5、6万円ならば、まあ、ワイト企業と言えるかもしれません。そろそろ終わりにしたいと思いますけど、最後に皆さんに今の日本のホームレスの事情、そしてこれからどうなるという見込みがあるかを聞いてみたいと思います。まず、小川さん、いかがですか？それは結構ね、難しいところ、難しい話題だと思いますけれども、これからホームレスがどうなるかって、そうですね。まあ、僕はですね、まず自分が住んでいるテント村が、例えば2010年の時は、40人ぐらいいましたね。それで今は、20人いないと。だから、10年間で半減していってるわけですね。で、その間に確かに、まあ、オリンピックがあって、で、当初は結構オリンピックに向けての、追い出し圧力を、まあ、東京都としてなのか、個人の職員としてなのかわかんないけど、持つ人がいて、割と強引な形で福祉へ誘導していくということがあって、それで結構減ったんですけれども、まあ、それにしても、やっぱり高齢化と病気っていうことが大きな原因となって、人数がこれだけ減ってきている中で、また、あと10年経ったら、本当にこのテント村はあるのだろうかということが、まあ、自分の中では一番の心配でして、さっきも言ったように、路上で寝ている人たちにとってテントっていうのは、やっぱり、安全だし、集中もしやすいし、そこに、暮らしたいっていう希望の方はかなりいっぱいいる。だけれども新しく作れないという状況を、どうにかしたいなというふうに、考えている感じで、まあ今後どうなっていくかっていうのは本当にその社会がどのように変化するかに、よって、あるいは人々の今のその社会に対する意識がどういうふうに変化するか、あるいは所有とかについても意識とかもそうですけど、そういったことによってくるので、そこはちょっと僕はわからないとしか言えないです。なるほど。瀬野さん、いかがですか？はい。まあ、この数年のコロナ禍の影響で、自分たちも今まで当たり前にしていた仕事がなくなってしまったりとか、収入が途絶えてしまった時に、生活に困窮して、すぐにもでも、家を出なきゃいけないような状況の人たちっていうのが、ここ数年増えていたと思うんですね。で、そういったことで、そのホームレスの人たち、まあ、屋外で寝てる方たちを、少し距離を置いて、まあ上からというか見てた人たちも、ちょっと視点が変わったのかなっていうふうには思っています。私は今日、この回参加させていただいて、さっき小川さんが言われていた社会資源の一つだっていう考え方は、ちょっと、なんですかね、ショッキングというか、そういう考え方、っていうふうにちょっとすごく思いました。だからといって、自分たちが目指している社会資源とはまた違うけど、人が見方が変われば、ものを見えるのも変わるんだなっていうのはすごくちょっと短い時間でしたけど、思いました。はい、以上です。わかりました。
普段は、ホームレスの人に対して、好きだからやっているじゃないかと言ったら、すごい怒られてしまってましたけども、でも、実際に、特に段ボール生活は別だけど、公園とか河川敷の小屋とかテントの村に暮らすことは、最低最悪の生活ではないかもしれないと私も思います。さて、マーさん、テント村に住んでいる人が福祉を受けさせるように圧力をされていると小川さんが言ってましたけども、それが問題だとすれば、比較的に嬉しい問題で、つい先日、アメリカの最高裁判所が、ある町にシェルターがなくても、路上生活することを犯罪にすることは、憲法の上に問題ないというひどい判決を下ろしましたけど、この両各国の経験から最後の一言お願いします。そうですね。別に強制的に福祉を受けさせることには全然賛成してないんですけれども、まあ、アメリカのケースを考えてて、特に最近の最高裁判の判決の件ですけれども、まあ、それは非常に恐ろしいことで、やっぱりアメリカでもう今も強制適用が非常に多くて、本当に人の人権も考えてなくて、人に非常に大きな精神的な、そして物理的な被害をしていると思います。ので、僕の最高裁判の判決で、まあ本当にその最高裁判がおかしくなっているということで、最近眠れない夜もあります、自分は。これから非常に怖いです。で、もう一つ、トムさんが言ったことに対してちょっと言いたいのは、アメリカで、テントとかで生活してる人はかわいそうでもう何もできない状態、自分で生活ができないとか、アルミ缶集めとか、何の収入もないとかことに対しては、ちょっと正しくないと思います。やっぱり重い精神病とか、薬物依存の問題を抱いている方も多いんですけれども、まだそのテントから例えばレストランに通って皿洗いの仕事をやってる人とかスタバで働いてる人とかも結構いますので、そのポイントに対してちょっと言いたかったんですが、あとオピオイドの問題なんですが、それはただの個人の問題じゃなくて、今まで大型の薬の企業が結構、人に、痛み止めの薬などを売りつける現象があって、ただの個人の問題だとは見るんだったらちょっと困ります。なるほど。私の先ほどの発言だけど、私はそう思っているのではなく、欧米にはホームレスの人がどうしようもない海の中の寂しい人として見られることがよくあるというつもりだったけども、それに対して、テント村、小屋の村は、まあ、特に一つのオルタナティブライフスタイルという可能性を提供してくれるではないかと思います。わかります。まあまあ。皆さん、今日、この大事な社会問題を話し合いに参加してくださいまして、本当にありがとうございます。ごめんなさい、トムさん。一言だけいいですかね。すみません。はい。はい。ですね、その、福祉を、例えば東京都なり、区なりが、斡旋してくるっていう、つまりテントまで回ってきたりとか、あるいはその路上で暮らしてる人に行ったりすることの多くの場合は、その背景が、やっぱり排除をしたい。例えば、そこに再開発の計画があるときとか、メガイベントでそこを使うときとか、何らかのそういった意図を持って、その意図の、
出し方というか発言の仕方として副詞を使っているという状況にあると。でそれ以外の時にはそんなに積極的に副詞を、どうですかなんていうふうには来ないし、まあもちろん自分から申請に行けば、昔に比べたらだいぶ取りやすくなってるんだけれども、そういうふうに副詞を言ってくるっていう状況は背景が排除にあるっていうところはちょっと押さえておきたいポイントだなと思って、付け足させていただきました。ありがとうございます。ありました。ちなみに、もう一つだけ付け加えるモードにしてしまいましたけども、なぜ生活保護が比較的に取りやすくなってきたのは、その大きなポイントだと思いますけど、私の印象では、90年代の後半、いろんな NPO とか日雇い労働者の組合などが一生懸命当局を弾劾して、人が食べ物がなくて、住居もなくて死んでると強く運動をして、やっとそこまでなかなか生活保護を認めてくれない門前払いがよくあった状況からやっと変わってきたので、それは日本の一般市民、その中のホームレス当事者と彼らを組織する活動家の大きな勝利だったと私は思います。いかがですか？まあ、時間は時間なので、この辺で。僕もそれはそう思います。ありがとうございます。それは、生活保護は上から下に流れる福祉というイメージがあるけど、でも、その流れが始まるには、下から上への強い圧力が必要不可欠な条件だったと思います。庶民万歳。じゃあ、この辺でようやく本当に終わりにしますので、皆さんありがとうございます。ありありがとうございます。がとうございます。ありがとうございます。